今ガラッと変わる最中で、それの当事者になってる人かなって運勢見て思いました。はい、どうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、占いと知識、6月の3週目はい。3週目 ?2 週目ですね。はい。はい。でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なんとか持ち直しております。よかった。平和だ。まあ、このくらいでいけて、もうちょっと視聴数増えてったらいいね。ほんとね。そうですね。はい。なんとか継続できるように頑張りますね。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、収録日は6月の10日でございます。はい、問題なければ6月の12日木曜日に、アップロードされているかと思います。はい。では、早速ですね、今週のニュースピックアップ4件ですね、していきたいと思います。はい、まず一つ目がですね、芸人さんの結婚報道といいますか、が続いておりまして、3月にね、ご結婚されましたのが、真空ジェシカの川北さん。あ、はい。はい。好きですよ。ね、お好きですよね。川北さんって化け物の方でしょ？なんてこと言うんだ。なんかお笑いの化け物的な。いや、確かにちょっとね、やってることはかなりこう、規定列と言いますか。面白い人だよね。インパクトは強いですね。まあそんな川北さんですけども、3月に結婚されまして、先日結婚式を行ったということで、その様子がね、なんか結婚式 RTA をやるとか。やっぱり化け物じゃん。あんま否定できなくなっちゃった。面白いよね。面白いですね。はい。で、いうのもありましたし、あとRTA どうやってやるのよ。まずは、新婦がお父さんをせかすことで少し早めるっていう、だから、バージンロードをね、ちょっと早めにタイムアタックってことでしょ？タイムアタックです。17分ぐらいで終わったって。17分で結婚式が終わったんだ。終わったって。すごいね。めちゃめちゃ早く終わったみたいな、そういう。だいたい式典とかってさ、1時間はまあ少なくともあると思いますけど。そうだよね。すごい17分。記録だね。記録ですね。っていうお話ですとか、あとは人気お笑いコンビのジェラードンのね、カミチーさん。ね、あとはザ・ W でね、3年連続決勝進出のご経験があります、チームバナナの山田さん。ちょっとしばらくお休みされたんですけども、このお二人が結婚を発表ということで、命運の動画でね、確か結婚の話題とか増えるんじゃないかな。ああ、そうですね。そうね。最近多いね、ショコタンも結婚したしね。ショコタンはあれは結婚じゃない、出産か。そうですね、国会議員で出産これからっていうお話ですし、まあでもめでたいお話ですね。めでたいね。ということで、続いておりますけれども。りょうきさんが結婚したんです。まだ結婚までは至ってないから、どうなるのかなっていうお話になってます。はい。ね、もうすっごいフォローが大変。ね、いろいろございますけれども。はい。まあそんな中で、一番やっぱ注目はちょっとこの川北さん。はい。ね。今後ちょっとどうなのかと。川北さん、そう、真空ジェシカ俺好きだからね。そうですよね。占ってやつ入ってますよ。M1 とかで。ああ、そうですよね。そう。M1 のね、運勢どうですかもありましたから。あったから、川北さんだよね。はい。で、川北さん今後ね、どうなんでしょう。結婚生活とかもね、順調だといいんですけども。あ、そっか。川北さん外角かもしれないんだわ。そう。分かりづらいんですよ。なるほどね。ちょっと運勢が分かりづらい。運勢分かりづらくて、6月に式やったんだったら、最近だよね。もう最近だから、まあ、馬好きだし、そういう、なんていうの、この人にとっては、ヘビ2つ持ってて羊ある人だから、ヘビ、馬、羊ってこう並ぶんですよ。で、縫合って言って、すごく火の要素が増えるから、馬好きってね。だから、いい月というか、外角だとしたら、結構、良くも悪くも話題になったりとか、しやすいタイミングだったかなっていうふうには思います。ね、X 上でも結構ね、話題にはなってましたね。川北結婚式っていうので話題になってました、確かに。だから、まあ、いいタイミングだったんじゃないかなとは思いますよ。このタイミングっていうので。これもね、だから難しいんですよ。なんだろう、川北さんの運勢を読むのは。ちょっと表現には気をつけてください。気をつける。だから、来年とか、すごく活躍されてるんだったら、きっと幸せになるんだろうなっていうようなふうには思いますけどね。なるほどね。きっとね、川北さんご活躍はされると思うんですけど。そう、来年から4年間とか結構いいんじゃないかなとは思いますよ。なるほどね。今年から大変変わってて、パートナーのところに大きく変化するっていう感じで、よく変化する場合も悪く変化する場合もあるんですよ。おっと。そう。で、これが、まあ、外角なのか内角っていうか普通なのかで全然変わってくるので、はい。まあ、幸せになる方を祈ってます。はい。祈っております。生まれた時間とかわかんないと何とも言えないんですよ。朝の7時から夕方の3時くらいまでに生まれてたら、外角なんですよ。そっちだったら、今後もご活躍と言いますか。なんとも言えない。すごくアンバランスな人だから、なんとも言えないです。なるほどね。ちょっと50くらいまでは結構いいんじゃないですか？多分。
多分。これ、どっちに転がるか。吉居半々だからバランス取れてんのよ。だから別になんか個性的な人がなんか50歳くらいまで活躍してるなっていう感じだったら外角だし、個性的だけどすっごくアップダウンが激しいなっていうんだったらずっと活躍するかもしれない。なるほど。だからどっちかわかんない。ちょっと、多分俺外角だと思うけどね。まあ変わった方ですしね。ちょっと今後のね、どういう風になっていくのかね。いいんじゃないですかね。まあね、ご結婚生活も含めてね、応援しておりますので。はい。続いて、参りましょうか。続いては政治の話題でございます。国際情勢でございます。韓国の大統領。はい。昨年は戒厳令とかで出てなんかあったね。なかなか大変でございまして、まあそれもありまして、韓国の大統領選挙が行われまして、これに勝利しましたイ・ジェミョン氏がですね、4日に大統領就任と。いうことになりました。9日にはですね、就任後初の電話相手に、日本の石破茂首相と会談。アメリカじゃないんだね。アメリカでもないし、中国でもないんですよ。日韓及び日米韓の協力の重要性を強調したというか。面白いですね。ちょっと反日の人だよね。発言がね、ちょっと適正国家だみたいなことが取り上げられていたりとか。まあ、ただ、その12月のね、戒厳令の後は、いや、日本というのはすごい大事な国だみたいな発言もされてらっしゃるということで。難しいところだよね。今、韓国も難しいよね。だから、アメリカからはね、中国寄りだって見られてるでしょ？きっとそうなのかなとは思いますけど、今の状態だと。そうだよね。難しいよね。なんか、戦後の清算みたいなのが各国で多分始まってるんですよ。第二次大戦の後の。そう。だから、今の韓国の若い人は、割と日本のこと見直してきてる人が増えてるらしいんですよ。なんかそういう話ありますよね。それをやってたのが、ね、弾劾されちゃった大統領とかでしょ？そうですね。ユン大統領ですね。ユン前大統領ですね。まあ、難しくて、要は、戦後教育で隠されてたことみたいなのが、だんだん分かってきて、それが若い YouTuber とか韓国の。だから、日程は悪くなかったまでは言わないかもしれないけど、意外とそうだったんだと。日本人だとなんとなく知ってることってあるじゃない。だけど、そうだったのみたいになっちゃってんだよね、今ね。なるほどね。いろいろ分かってきてる状態なんですね。そう。だけど、アメリカの戦後教育、日本ももちろん洗脳されてるけど、韓国とかだってもちろんあって、ちゃんと敵対するようにね、教育とかされているので。そうなんですかっていう人もいるんじゃないですか、これ。いや、まあ、そうなの？だけど、要はくっつかせないように上手にやってたわけよ。はあ、なるほどね。戦略的な部分で。そう。だから、中国と日本がいがみ合うように、韓国と日本がいがみ合うようにってやってた方が、そこで連帯取られたらアメリカ的には戦略的にマイナスでしょ？やっぱり近い国ですからね。そう。だけど、中国寄りになっちゃったんだよ、今回ね。なっちゃったんです。中国寄りの政権ができちゃったから、アメリカ的には多分、その流れっていうのはもう感じてて、うすうすね。ユン大統領とか使って、若い人に、本当はこうだったんだよ、みたいな話をして、西側サイドというか、いてくれ、みたいな感じやってたんだけど、間に合わなかったっていうことじゃないの？どうなんでしょうね。まあ、先ほど申し上げた通り、イ・ジェミョン氏のその発言は、その戒厳令以降は。だし、だから、多分、今の政権って板挟みっていうかさ、中国とアメリカと板挟みっていうことじゃない。だから日本に最初に同じ板挟み仲間として。一緒に頑張ろうね。なるほど。いや、うがった見方かな。いや、まあどうなんでしょうね。だけどこの人の運勢見てみて、なんか大変そうな人だよ、この人も。で、韓国って大統領変わったりすると、ほら、逮捕されたりとか、自殺したりとか、なんかいろいろあるじゃないですか。まあ、いろいろありますよね。いろいろあるじゃないですか。で、なんかそういう、ちょっとね、極端な、韓国で政治家なんかになったら大変だなっていう感じのイメージあるんですが。なかなかね。けど、この人自体はしばらくいいんですよ。なるほど。生まれた、これも時間によるんだけど、少なくとも60代はいいだろうと。なるほど。で、今60代でしょ？ちょうど61位ですかね。で、今。この人が今年はまだ微妙だけど、一応来年以降いいだろうとは思います。ただ、カノトの月とかはちょっと落とし穴みたいになったりするのかなっていう感じなので、よくよく見ていかないとわからないっていう感じです。あと、羊の月とかも微妙なんですよ。だから、27年とかっていうのはちょっと反転しやすいし、だから変わりやすい人だから、例に漏れなくというか、長い目で見たら結構、生き延びるというか逃げ切っちゃいそうな感じの対応なんだけど、スポットで危ないタイミングがあるから気をつけてほしいなと。はい。なるほどね。まあちょっと、ね、なかなかやっぱりね、世界情勢大きく変動が。変動だから、スポット的な月でなんかバタバタありそうだなとは
思いました。はい。なるほどね。もちろん韓国の情勢、日本にもね、大きく影響ありますから、注目ではございますね。はい。はい。で、続いていきましょうか。はい。続いては、これもね、びっくりでございますが、トランプ大統領とイーロン・マスク氏が決裂ではないかということでございます。そうだ、見た。はい。ね、ご覧になった方も多いかと思います。トランプ大統領、この政権の方で出してました、減税法案。これが、マスク氏からすると、ですね、これはもう良くないぞと。こんなのは愚策だということで、これがきっかけに対立が激化。ね、マスク氏からもらったテスラ社ももう売却を検討するぞみたいなことを言ってるような状態だったということでございます。大喧嘩したみたいなね。はい。なんか見た。ね、状態でございました。ただ、一昨日ぐらいかな、ロサンゼルスの方で、いわゆる移民に関する抗議デモが行われまして、それに対してですね、トランプ大統領が州兵の派遣を行ったということについて、マスク氏の方が、これを支持するという形で、自分がつぶやいたちょっと過激なトランプ批判のツイートとかも全部、ツイートポストですね、をもう消すと、消してという感じでございます。で、トランプ大統領の方も、マスク氏への態度をやや軟化させているということなんですけども、ちょっとどうなるんだと。難しいよね。だから僕ね、ちょっとピーター・ティールの話しようかと思ってたんですよ。ピーター・テールペーパルマフィアって言って、ペーパルマフィアなんか怖いですね。だから IT バブルって日本もあったけど、もちろんアメリカもあったんですよ。ありましたね、IT バブルで。ね。だから、その時に登場してきたのがイーロン・マスクだったりとかして、その中のペーパルマフィアのボスって言われてたのが、ピーター・ティールなんですよ。でもアメリカの IT バブルで言ってみりゃトップを取った人です。そう。はあ、すごい人じゃないですか。そう。すごいですよ。で、だから思想的な中枢がテクノリバタリアンとか、加速主義者って呼ばれる人たちがいるんですよ。テクノリバタリアン。テクノリバタリアンつって、もう新自由主義的で、しかも IT を使ってみたいな、かなり前に進めようみたいなさ、人がいて、それの思想的中枢がピーター・テールで、その人の運勢とか話したら面白いのかなって漠然と思ってたんだけど、そうだよね、これ、トランプとマスクとね、取り上げないわけにはいかないもんね。そうですね。それトランプさんとマスクさんとはどういう関係になるんですか？だから、ピーター・テイールが右向け右っていうところで動く人たちが IT 業界いて。IT バブルでのし上がった方ですね。だから、2016年にトランプを誕生させたのはピーター・テイールだって言われてるんですよ。だから影の大統領って言われてたりとか。あら、すごいじゃないですか。すごい人だよ。マスクとも通貨だし、だから表に出てるのはマスクだけど、裏でだから今回のトランプ現象ってあったでしょ、はい、あれって、MAGA って言って、メイクアメリカグレートアゲインって言うんだけど、メイクアメリカグレートアゲイン。そう。だからすごいアメリカを取り戻す。なるほど。そう。いや、でもなんか今のトランプさんっぽいですね。だから、そういう人たち、MAGA 運動っていうので大衆がね、ナショナリズムじゃないけど、なんか集まった人たちがいて、で、ピーター・テイールさんとかイーロン・マスクとかちょっとまた種類が違うんだけど、アメリカってさ、アポロ計画じゃないけど月行くとか派手だったじゃん。めちゃめちゃ派手でしたね。だけど IT とかすごいじゃない。今だって GAFA とかすごいじゃん。それがなんかマッチングアプリとか広告かよみたいなさ。確かに収入源がね。ちょっとそこと比較するとなんかちょっとなんかしょっぱい感じがしますね。だからもっと工業じゃないけど、どんどん発展させようみたいなさ。AI とかすごいでしょ。で、今のままだと中国に負けちゃうだろうみたいなのがあるんだよ。なるほどね、そんなとこに予算突っ込むんじゃないよと。もっとこういうでかいことにやってこうぜと。そうじゃないと中国に負けちゃうぞと。そう言われるのが真っ当なこと言ってる感じしますね。まあね、そうなんだけど、そういう流れがあるんですよ。そういう流れがあって、トランプさんのスポンサーみたいな、ね、応援をして、それとMAGA運動で合わさったのが今のあれだから、そのうちのイーロン・マスクってリバタリアン側っていうかさ、IT 側だったわけですよ。そうですよね。で、その人とトランプさん喧嘩して大丈夫とは思うよね。言ってみりゃ、その支援をしている人と縁を切ろうとしてるわけですよね。だから、ピーター・テイルどうなんだろうなと思って、結構、なんとなくピーター・テイル大事だって分かった。この話で分かってもらえるか、僕は分かりました。なんか監視社会がどうのみたいな人は、それで出てくるから、調べてもらえばいいと思うんです。ピーター・テイル監視社会とかで。どうせ動画出てくるから、そこがスポンサーなわけじゃないですか。ピーター・テイルが何かこう活躍するとしたら、活躍っていうかだから運勢として結構乗ってるとしたら、これから今年の後半くらいから3、4年っていうのは結構大事なタイミングなんですよ。彼の人生にとって。で、特に2028年あたりが、なんていうかタイミングになるなっていう感じ。そっからあとは引退するのかなのか、ちょっと弱くなると思うのね、影響力みたいな。だから、このトランプ政権がやってる間っていうのは結構強そうだぞっていう風に見えるのよ。なるほどね。かなり影響をやはりあるんじゃないかなと思うし、それの帰結みたいなのが28年くらいにあるんだろうなとは
思ってるんですよ。そうで、その話しようと思ってた時に、マスクと対立か大丈夫かなと思うんですよ。で、トランプさんっていうのは、だから今年の後半から弱くなっていくからねっていう感じで、ちょっと心配しては見てると。そう考えるとちょっとスライドする感じに見えますもんね。確かに。とはいえまあね、先ほどのね、お話でもありました通り、ちょっとお互い態度を軟化させてるっていうところがあるので。ね、なんか、だから、秋以降がだからちょっと心配なんですよ、この対立っていうのが。確かに。そう。だから、トランプさんはトランプさんで調整してるっていうつもりなんだよ。なるほど。多分ね。いろんなバランスを取ろうとしてる。調整してくれるボスなんですよ。若手のエリートどうみたいな。俺にちょっと任せとけっつって、だけど、ね、加速主義者だから突っ走ったようなこと言ったりとかっていう感覚なんじゃないかなとは個人的には思うんだよね。ビッグボスみたいなイメージよ。本当に。トランプさんがどうしてもなんかちょっと暴れん坊みたいなイメージが日本だとあるじゃないですか。だけど実際にはやっぱりそこら辺のバランスとかを取ってるんですよね。だって、それまで権力持ってた人たちと交渉してもらってるわけで、交渉する権利をみんなでやっと勝ち取ったみたいな状態だと思うんだよ。いわゆるディールってやつですかね。そう、だからディールできるところ持ってって、だけどそれの結果が気に食わないわけでしょ、イーロンとかは。だけど気持ちはわかるのよ。自分のところの株価下げて、お金突っ込んで、これかいみたいな感じなんだと思うよ。だから気持ちはわかるけど、ね、おじきにちゃんと筋通した方がいいんじゃないかっていうふうに、やっぱり本当にヤクザの構想みたいなもんでさ、アメリカも目が離せないなと思ってます。だからそういう意味じゃ。なるほどね。だけど、ピーター・テイル、トランプみたいな体制はまだ4年間は続くんじゃないかなとは思うし、ね、バンスの時代が来るのかなとか、バンスには本当に注目してるんですけどね。バンスさんは確か副大統領。そう。だからマガ運動とも、ピーター・テイルとも親和性があるのが彼だから、本当の意味での今の起きてる、共和党に起きてるところの中核みたいな人物ってバンスさんなんだよね。トランプ政権ね、今ね、こうやって動いてる状態の中での、ある種中心人物。ある種ね。というか、だから中心人物にピーター・テイルがしたいと思ってるのがバンスだと思うから。だけど、そこら辺はっていう。なるほど。なんか、面白いんだよ。見てて、アメリカ政治ね。なるほどね。なんかその辺ちょっと頭に入れてね、ニュース見てると。そうですね。ちょっと見え方変わってくるんじゃないかなとは思いますけどね。これ難しかった。大丈夫？僕はなんか見てて面白かったんでね。見てる方もね、なんとなく分かってる。なんとなくね。なんとなく。そんなんあるんや。それで調べていったら、なんか関連動画でいろいろ解説してくる人出てくると思うから、ちょっとずつ、ここ占いのチャンネルだけど、ちょっとずつ世界情勢がレコメントに出るように喋ってるの。奥歯に物が挟まったような言い方、嫌ですとか書かないで凹むから、見てないんだよ。別にここに見てる人って多分、こういう世界情勢系見てないです、多分。見てないんだけど、ちょっとでも検索すると動くでしょ？そのためにやってるだけだから、あなたに向けてやってないのよ。ごめんね。ターゲットが違うんだ。そうなんです。ごめんね。でも見てくれてありがとうね。ありがとうございます。はい。ということで、トランプ大統領はマスク氏のね、これがどうなるか注目ではございます。ね、これをちょっと頭に入れてニュース見ると、単にトランプが暴れん坊みたいな風な見え方はしないかもしれないですね。そういう意味ではね。ということで、これ日本のニュースでございますが、米問題。米問題。小泉さん。この前もやったけどね。やりましたが、先週からね、備蓄米の販売開始ということで、各種話題になっておりますけれども、今日、ちょうどこの収録が行われている今日ですね、小泉農水省が20万トンの追加放出を表明。さらに値下げを進めようっていうね、ことが狙いなんじゃないかというところでございますけれども、各種ニュースがね、流れていく中で、小泉さんもそうなんですけども、たけしさん、ビートたけしさんがですね、なかなかちょっと強烈な発言をしておりまして、もう今、このね、小泉さんがやってることはもう完全に郵政民営化と同じだと。そうだね。そうだねって言われると僕もどうしようってなっちゃうんですけど、で、続きとしては、日本の農業をアメリカに売り渡すというね、お父さんは郵政民営化、こっちは農業民営化だっつって、なかなか過激な発言を、JA はね、別に民営ではあるんですけれども。組合だね。組合ですからね。民営化っていう言葉がちょっと正しいかどうかはあれなんですけども、ただやってることはそういうことじゃないかっていう、結構過激な発言をされてらっしゃったと。いうことでございました。俺、たけしさんと同じように見えてるけど、俺はね、だけど気をつけなくちゃいけないんじゃない？気をつけなきゃいけない。だから、お父さんの時って、みんなさ、郵政民営化が正しいみたいな感じに、テレビも新聞も言ってたじゃない。確かにそういうで、そういう感じになったじゃない。で、350兆円とか、悠長であったよね。だから、それが結構、流動的になったよね。流動的っていう言い方が正しいのかどうか僕はわかりませんけども、なんかそういう風な感じではあったかと思います。今日怖いっすね、なんかね。いや、いいんじゃない？流動的になったよね。そうですね。なるほど。で、流動って、だから、
難しいんですよ。そこに利権もあったから、それを崩そうっていう意味だったら、間違ってなかったりもするし、だけど、崩して、誰がその利権を持ったのとか、そういう話も出てきて、それって日本人ですかとか、いろいろあるよね。そうですね。そこでなんかいろいろと、このお金がこっちにこう流れてみたいなのは、なんか一部報道とかでもなんか流れてたのかなっていう気がしますね。だから、あの時って、僕は結構いろいろ見てたけど、いわゆる広告代理店とかに、いわゆる広告代理店 D とかなんかあるじゃないですか。D とかどこ D だろうとか、ちょっと弱いけど H とかあるじゃないですか。だから、そういうところに、アメリカからバックアップのお金みたいな結構入ってたんだよ。2兆円くらいじゃない？そんなで、それを言ってた、政治評論家の森田さんって結構好きだったんだけど、テレビ出れなくなってたよ。確かになんかあのぐらいから森田さんって見なくなったなと思いましたけど。そう。そうなんですか？そうだったよ。だから。ずっとフジテレビのニュースとか出てたじゃないですか。そうなんですか？そう。いや、あのタイミングですよ。だから、はあ、そういうことかって僕は思ってたけど、みんなさ、優勢ってなってたじゃん。ホリエモンとかに踊らされてさ。ホリエモンさんが踊らせていた。踊ってたよね。まあ、僕も踊るしかない。踊って CM 出てたよね、あの頃ね。回転ライブと踊。ありましたね。あったよね。だけど、まあ、そういうのがあったじゃないですか。それと同じだなってたけしさんには見えてるわけでしょ？だって、テレビタックルとか出てたじゃん、森田さん。違ったっけ？テレビタックルどうだったっけ？どうでしたっけね？だけど、まあ、なんとなく分かってて言ってるんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね。で、これ難しいんだよね。この話って。要はこれから、テレビでも、それからインターネット、ヤフコメのコメントとかでも、お金で結構なんとかなるところってあるわけですよ。どうしてもとか、インフルエンサーとか。インフルエンサー。ね、お金でなんとかなるところにお金は入るんだよ。なるほどね。そういうふうに、動かしたい人がもしいるとすれば確かにそう。動かしたい人がいるっていうか、だから、結局さ、利権があったりとか、何兆円単位っていうお金があるわけでしょ？それみんな欲しいじゃん。まあ、お金はみんな欲しいですよね。欲しいよね。だから、資本主義に生きてる限り、そういうのあるんですよ。まあそういうの嫌だなって思う人もいますけど、どうしたってそういう世の中ですもんね。そういう世の中だから、まあ、進次郎の悪口言わないですね。言おうとしたんですか今。いや、言わない。だから、そういうお金の流れってあるんだなと思ってニュースは見てほしいかなとは思いますけどね。確かにね、単純に起きてる物事だけを見るんじゃなくって、その流れとしてどういう、これを言うとね、なんかね、裏とか、なんか陰謀だとかなんか言う方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど。そうじゃないですか？なんかそういう風に感じちゃう方もいるんじゃないですか？そんな陰謀なんかないよみたいな。なんかね、そういう風に言う方もいらっしゃるんじゃないですか？なんかね。そうね。まあ、そんな感じだったんじゃないかな。農業民営化じゃないですけど、まあそういうお話を武さんもされてたっていうところではございますけども、ね、今のところはどうなんでしょうね、ヤフコメとかっていうところも、この20トンのね、さっきの20万トンか、20万トンの放出は、これは大丈夫なのかみたいなコメントの方が結構、本当？割とヤフコメのエキスパートの方のコメントとか上のこの3つぐらいは、大丈夫なのみたいな。こんなに保湿してっていうこと？そう。まあ大丈夫じゃないんじゃない？そう。なんか結構。だから、これからさ、ほら、お隣とかで有事とかが起きるとするじゃない？有事って戦争だからさ。怖いですね。とか、まあお隣じゃなくても、イランとイスラエルとかがなんかあってもまずいし、インド洋のあたりで、インドとパキスタンがなんかあってもまずいし、回路って大事なんですよ。海のね、ルートっていうのはね。大事なんですよ。エネルギーとか食料とか直結するんで。で、エネルギーがなんで大事かっていうと動力だからね。だから日本の工場が止まったり、工場の値段が高くなったらまずいわけですよ。そうですね。で、もちろん、それは台湾環境というか、もうまずいわけですよ。火種はあるでしょ？まあ現状としてすでにいろいろとありますもんね。ね、もう沖縄に入ってきている、沖縄に入ってきている、こういう人たちが本土に入ってきてるらしいんですよ。それは向こう側の方がってことですか？いや、もう、あんまり深いことは言わない。だけど、もう下準備って始まってるからねっていう話で。なんかそういうのがあるんです。怖いなぁ、なんか。だから、そういう話淡々と伝えるじゃダメかねっていう感じで。俺なりにね、これ頑張ってるんですよ。そうですね。これ淡々とでもね、伝えるっていう形にすると、多分ね、みんながね、ちょっとね、真面目になっちゃってね。あ、そうか。盛り上がんないか。そう、ちょっとみんながなんかシューンってなっちゃう。どうしたらいいんだろうね。難しいんだよね。だから、あんまり落としたくもないし、だけど、まあ、世の中刻々と動いてるし、僕ずっと言ってるよね。だから時代が変わる、時代の転換点って言ってるけど、普通にさ、太平洋戦争もそうだし、幕末もそうだったし、平安から鎌倉みたいな時とか、鎌倉から室町みたいな時とか、全部大変だったと思いません？原稿が来たりとか。結構きつくないですか？まあ、普通にね、だって
だって言ったら明治維新の時なんかね、だってみんなあれちょんまげしてたはずなのになんでみんな外してんのとか、だから大きく変わるわけじゃないですか。だからそのくらいの時期なんだよっていうことと、で平気でお金でみんな転ぶからねっていう話だから、見てる人も別に普通の人が多いでしょ。まあまあ一般の方が多いんじゃないですか。だから警戒しといた方がいい時に警戒だから、僕ね見てらんないっていうかさ、大丈夫かなっていうふうに思うんだよね。いろいろ流れが変わってきてるんだなっていうのはね、感じてる方もいらっしゃるんでしょうけど。だから1999年七の月とか2012年のあれと一緒にされたくないというか、本当にこれから数年いろいろ変わっちゃうからさ、一応言っとかなくちゃなと思って言ってるんですよ。そうですね。だからやっぱりここでね言っておくことで警戒してくれて、それなんか危ない何かが起きた時に乗り切れる方が増えたらいいなとは思うんですよね。そう。それはやっぱりありますもんね。だからまあね、言ってることがちょっと分かんないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあなんかちょっとヒントは掴んでもらえたらっていう。予言はネガティブなことを言うと、それが現実化するからダメだみたいな、引き寄せみたいなこと言う人いるんだけど、いいことを引き寄せる、いいこと起こると思うんだよ。2030年代以降すごく僕はいいと思ってるんだけど、バラ色をみんなが引き寄せの法則でとてもいいビジョンとかステップも考えてイメージしてたら、現実で何が起きても大丈夫かって言ったら、だって災害だって起こるし、戦争だって起こるし、待ってくれないわけじゃないですか。で、だから敵を知り己を知らばの引き寄せは俺よくわかるのよ。だから僕が言ってるのは敵を知るっていうことなんです。だから時代の大きい荒波っていうのが来るんだよ。来る。で、来るのに対して引き寄せの法則でポジティブなビジョンを描いていくのはいいし、ネガティブな予言にとらわれちゃダメだと。俺7月とかとらわれちゃダメだと思ってるよ。だけど、ちゃんと歩いていかないと多分やばいぞと思うので発信してるんだからっていう、こんなん得にもなんないし。そうですね。なんかね、再生回数がどうとか言ってますけどね、再生回数があったからというね、話ではありますからね。別に。届けばいいなくらいの感じで、再生回数が回んないと届かないんですよ。で、届けなくてもいいかもしれない。そんな義理ないし。だけど、まあ心配してるんです。同じ国に育ってきたしね。そうですね。できればね、少なくともこの国にね、一緒に暮らしてる方ですからね。ね、仲良くやっていきたいじゃないですか。ね、本当にね。いろいろね、ちょっと喋っていただいてたんですけども、この流れで聞くのもちょっとなかなか難しい話題なんですけど、尾身茂さん、政府のね、新型コロナウイルスの対策の分科会のね、元ではございますけども、トップを務めてらっしゃった方なんですけども、先日、そこまで行って委員会 NP という、関西の方のね、番組、まあ TVer なんかでも見られるんですけども、ワクチンの効果に言及をしまして、これは結構ネットでですね、大変話題紛糾と言いますか。けど、ワクチンの話題ってまだ YouTube ダメなんじゃないの？いや、どうなんでしょうね。でも TVer でも流れてるってことですから、ネットどうなんでしょうね。SNS だから YouTube は。TVer は SNS じゃないから。確かに。でもなんか、ちょっとなんか、どうなんでしょうね。言ってらっしゃるようなインフルエンサーの方とかも。増えてるよね。増えてますね。まあ、どうなんだろう。どこまで言っていいんだろう。なんか、適当にピー音入れながらでいいか。ね、ちょっと、もしかしたら今見てる人はね、全然聞こえねえやって思ってるかもしれないですけども。まあ、なんか、後で編集をよろしくお願いします。ということでございまして、まあ、どんなことに言及してたかと言いますと、感染防止効果に関しては残念ながら乏しかったということを発言されていて、さらに言いますと、まあ、若者は重症化しにくく、ワクチンの副反応が強いため、接種は本人判断でと初期から訴えていたというふうにご発言をされていて、まあ、このご発言に共演をされていらっしゃったのことでね、詳しい宮沢先生ですとかが。獣医師ですね。はい。研究者だよね。そうですよね。やはりここで、まあ、すごい大変熱い議論が交わされていたというところで、まあ、話題になりまして、まあ、かつ、ご本人のね、そのいわゆるワクチンに関するそのね、キャンペーンといいますか、ご発言、これまでの発言とちょっと違うんじゃないかみたいな、ちょっと変わっちゃったんじゃないのおい、おかしくないかみたいなことがちょっとネット上で結構話題になっていると。いうところでございまして、まあ、こんな話題がね、ネット上でバッと流れ出るぐらいの感じに今なってるっていう、まあこれもなんか時代の変化っていう感じがね、大変するんですけども、尾身さんって運勢どうなんですかね？尾身さんの運勢。尾身さんの運勢、そう。だから、一度出してますよ。はい。出してます。で、尾身さんの運勢見たら、人生の中でもハイライトみたいなのが、2020年から2025年、特に20年、21年、22年っていうのは人生の中のピークみたいに活躍するタイミングなんですよ。本当にじゃあ、ね、対策でね、ご活躍されていらっしゃった時期じゃないですか。この6月が誕生日で、ここから後半5年
年は一気に転落するんですよ。人生の中でも結構試練っぽいタイミングに入るんですよ。お誕生日は、だからこれがね、12日に流れてると思うので、この配信の前日に、お誕生日おめでとうございます。ここから運勢的には。もしかしたらもう入ってるかもしれないけど。だから、軌道修正。これも陰謀論みたいな話になりますよ。大丈夫？僕はいろんなね、事実がありますから。陰謀論みたいな話になるんだけど、要は、韓国、中国寄りの政権になったとアメリカ思ってますよね。アメリカはそう考えてるのかなっていうのがさっきの話もありましたもんね。日本もずっと二股外交しているから、与党の2党だよね、与党って。今は自民と公明が与党ですかね。そうですよね。与党の2党も、それからの、今、天下取ってる側も、それから、野党の上位2党。あちらとあちら。関西ローカルとか、労働組合的なところあるじゃないですか。はいはい、で、どちらも割とトランプさんじゃなくて、習さんに顔を向いてる感じだと思うんですよ。どちらを向くかっていうのはなかなか難しい問題ですね。で、そこに対抗するために、共和党系のトランプさんってさっき言ったようにマガ運動とか、それからなんていうのテクノリバタリアンとかに支えられてるじゃないですか。だから、このままだと中国とかに全部負けちゃうから、なんとかしようとしてるわけでしょ。で、そっちによりも、習さんの方に顔を向いてるんですよ。与党も野党もトップって。なるほど。で、その上で、例えば CPAC って言って、アメリカの保守系のイベントとかに呼ばれる人たちがいて、自民党にもいますと。だけど、参政党とか、神谷さんのところね。それから国民民主の玉木さんとか、あとごぼうの党の奥野さんも言ってた。そういうところに行ってるんですよ。あとは都市伝説系のインフルエンサーの直木マンションさんとか。なんか行きました、みたいな。なんか出してましたね。出してたでしょ、あれ CPAC とかなんか、その辺の系列だったりするんだけど。なるほどね。共和党系っていうことね。そういうところに少なくとも行ってらっしゃる。パイプがあるっていうことですよね。なるほどね。で、そこが、中国寄りになってるの。客観的に見て焦りそうでしょ。日本とか韓国がそっち向いたらやばいなってなるでしょ。アメリカ的にそう思うだろうなはなんとなく想像がつきますね。つくじゃないですか。で、アメリカ人っていうのは割と結構、なんていうのかな、コロナとかこういう問題あるよね。あれ結構論説ってひっくり返ってきているんですよ。日本と違って。論説がひっくり返ってる？だから、ロバート・ケネディ・ジュニアさんって言って、ケネディさんの、暗殺されたケネディさんの甥っ子か、お父さんも暗殺されてるけど、甥っ子が、厚労省みたいなところ入ってんだよね、向こうのね。そうでしたね。なんか日本だとね、陰謀論者の人が厚労省に、みたいなところに入っちゃったから、大変だみたいな。だけど、それで人気になるって思われてたわけじゃないですか。そうですね。だから、要は、その人の人気でトランプも勝ったみたいなのあるわけですよ。影響力あったわけ。アメリカ人ってもっと日本人と違ってひっくり返ってるから。なるほど。多分ですよ。これ邪推ね。ただ単に。ストーさんが国民民主から出るってなってたじゃないですか。ありましたね。なんかあれも散々すごいことになってましたもんね。日本だと叩かれたでしょ。あれびっくりしたんじゃないかなと思って。今までの話を総合して整理すると、なんとなく、そんなことあるんですかね。だからびっくりしたんじゃないかと思って、ちょっとプロモーションチャート仕掛けないとダメだと思って、なんか参政党さんってテレビに出れないこと多かったんですよ。確かに今まであんまり見たことなかったですね。出る機会みたいなの増えてきてるみたいだし、で、国民民主があんな風になるって多分想定しなかったっていうか、もっともっとやろうと思ってたと思うんですよ、プロモーションみたいな。だから、今面白いことになってますよね。だから政治もなかなか目が離せないというか、だからトランプさんとかからのお金とかも流れてくるだろうし、で、中国寄りのお金もたくさん流れてるだろうしっていう感じに見てほしいんですよ、ニュースとか。なるほどね。単に政権がどうとか政治がどうっていうだけじゃなくて、そこにどういう流れがあるかを見ながら考えると、言ってみればそれはね、自分たちの生活にもね、跳ね返ってくるわけですもんね。そう。だから、そうやって考えていくとさっきの郵政の話とかにつながるんだけれども、その時いいって思ってたものがいいとは限らないよっていうこと。で、もちろん、コロナ禍の時に、尾身さんが言ってたのと今の言説が違うじゃないかって思うかもしれないけど、契約書とかに文字小さく書いてあったりとかあるじゃないですか。米印で、これをやったら、こういう支払いが発生します的なやつですよね。とか、マスコミが報道しなくても、喋ってたかもしれないよね。確かに。だから嘘はついてないかもしれないよね。そうか。なるほどね。
変節してるじゃないかみたいなね、ネットでのね、コメントとかありましたけど、それだってっていうことですもんね。だから注射の問題って結構めんどくさくて僕も語るの避けてるんですよ。人それぞれに正解があったので、要はどっちによってもやっぱりおかしいよねっていう話で、なんだろう、じゃあエクモとかでさ、肺炎でさ、すごい呼吸が苦しいような状態だった初期の状態があるでしょ。その現場で働いてる人たちに打つなっていうのもさ、っていうのがあるじゃない。とかね。だからといって、結構じゃあ副反応とか、それはもうデータいっぱい出てたわけじゃないですか。出てましたよ。で、それを進めていくのはどうなんだろうと。だけど、テレビとかだったら、思いやりワクチンとか言ってね。言ってましたね。ありましたね。言ってたんだから。それから YouTube でもね、ちょっとでもそういう政府とか WHO とかの見解に反するようなことを言うと、バンとか食らうような状態だったでしょ。そうですね。そういったお話もずっとありましたもんね。だから戦前から戦後とかになるときって、要は、鬼畜米英からギブミーチョコレートになったわけでしょ。まあそうですね。で、ちょんまげしてたのが、みんな普通におろしてってなったわけでしょ。そうですね。ガラッと変わっちゃったわけですもんね。ガラッと変わっちゃうんですよ。で、今ガラッと変わる最中で、それの当事者になってる人かなって運勢見て思いました。もうなんかいろんな何かがこうありますね、そこにね。詰まってますね。占いすげえ。そんなんだ。いや、なんかこの人はこの人で俺かわいそうだなと思って見てますよ。まあ確かにそういう立場を取らなきゃいけない人でもあったわけですもんね。そう。そう考えるとなかなか大変ですね。板挟みというかなんというかね。で、ちゃんと言ってはいたんじゃない？本人の中では。なるほどね。で、ふざけんなって怒る人たちの気持ちもよくわかる。確かにね。で、なんだろうな、信じたい人たちの気持ちもわかる。まあ、なるほどね。だから、なんとも言えないんだけど、時代の流れって大きく変わるから、僕はとにかく、これがね、玉音放送だっけ？玉音放送ですね。になればいいなとは思うんだけど、玉音放送になればいいとは思うんだけど、玉音放送があったから反転する下品な人も僕好きじゃないんですよ。漫画で言ったら、裸足の弦とか。そう。もう、だから、カラッと変わっちゃったり。非国民がって言ってたのが、なんかもうそっち寄りにガラッと変わったでしょ、あれ。そうだから、ああいう風になんない方がいいんじゃないのとは思うし、だってみんなさ、いろいろ悩んでさ、決めたでしょ、あの時。そうですよね。だから別に、それは運命だから。だから受け止めていったらいいんじゃないのとは思うけどね。辛いかもしれないけど。本当に時代の変わり目っていうところですね。だから何が正しいか間違ってるかはちょっとね、なかなか難しいですけど。いや、難しいんですよ。あれだって結構難しかったと思うよ。だって、重篤な副反応の率とか、重症化率とか、感染率とか、別に数字は出てましたよっていう話で、その数字の捉え方も重要だったし、倫理的なさ、家族に高齢者がいるからとか、いろいろあるでしょ。で、何を取るかでしょ。で、どこまでのリスクかっていうのも、出てた。いろいろ、こういう、もう、2021年の初期の段階から普通にいっぱい情報はありましたよと。だけど、それでも難しい判断を一人一人がしたんだから、まあそれは仕方ないじゃないですかとは思うよ。なんか、そこでポジショントークみたいになっちゃうのもね。良くないと思うし、みんな輪を持ってたっとしとなすじゃないけど、思いやりを持っていきましょうよっていう感じじゃない？まあ、ということでございまして、今週は、ですね、そんな5本の。重たかったな最初にね、4本って言ったんですけど、僕ね、5本でした。はい。ね、5本のニュースお送りいたしましたが、なかなかね、ちょっと重たいニュースも続きましたけれども、今後も皆さんからの反響があれば続けていきたいと思っておりますので、よかったら応援の方ですね、チャンネル登録、評価、そしてコメント、よろしくお願いします。あれそうだね。どうなんだろう。どうなんでしょうね。いや、みんなで仲良くやってこうよ。それどころじゃないよ。本当にね、前回の正義中毒になってる場合じゃないよと。ね。そうね。正義というポジションを取ってる場合じゃない。だから今月から来月分断なんだよ。そうだ。そう、どうしようね。僕は分断作りたくない側です。はい。そうですよね。はい。それはそうですよ。分断を作りたくない側です。それはなんか。断言します。見てたら分かって。見てて分かってください。作る側の方が人気になるかもしれないし、再生数も伸びるかもしれないけど、作らない側です。はい。よろしくお願いします。はい。というところもご理解いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということでございまして、また次回、お会いできればと思います。今週もありがとうございました。またね。